世界と生死を共にする。その重さは我々には知る由もない。だが唯一確認できるのはリタ・ロスバイセにとって余裕は挑戦ではない。どんな状況でも果たすべき義務なのだ。星々の温度を感じましょう。両乱のスタースピーナは機械タイプの炎アタッカーだ。生涯形態中チャージ攻撃は大ダメージを与えられる。通常形態中は星エネルギーを自動回復する。通常攻撃は炎ダメージを与え追加で星エネルギーを回復する。星エネルギーが満タンになると攻撃ボタン長押しでチャージ攻撃を発動し、生涯形態に入り幻炎の竜巻を放ち炎ダメージを与える。生涯形態中星エネルギーは継続して減少しゼロになる、もしくは退場時に通常形態に戻る。また通常攻撃は強化されるが星エネルギーは回復せず、4撃目は敵を燃焼状態にする。さらにチャージ攻撃の再発動で強化された幻炎の竜巻を放てるぞ。強化された幻炎の竜巻が継続中、生涯形態ならより強力な声援爆裂を発動でき、大量の炎ダメージを与えた後通常状態に戻り星エネルギーをリセットする。生涯形態中通常攻撃はブレーザーレベルを上げ声援爆裂に追加ダメージを付与するぞ。極限回避スキルは全時空断裂を発生させ、発動後通常攻撃3撃目を発動できる。敵が燃焼または浮遊状態になると QTE が発動でき全時空断裂を発生させ炎ダメージを与える。軍勢よ、ここに集まれ。剣先と光は似ている。それを目にする敵は優雅な幻覚と勘違いするだろう。聖剣の力で一定の星エネルギーを回復し生涯形態に入り大量の炎ダメージを与え、必殺技終了後強化された幻炎の竜巻を放つ。必殺技発動後ブレーザーレベルはマックスになるぞ。実戦では横森のアブさんと雲木丹心が必殺技を発動し、両乱のスタースピーナがチャージ攻撃で生涯形態に入り再度チャージ攻撃を発動。通常攻撃と声援爆裂を放ち、その後必殺技と再び声援爆裂を発動するといい。古の楽園ではまず両弦の祝福でダメージを上げ、その後後陣の祝福を優先して選ぶといいだろう。支援枠はバルキリー戦車と雲木丹心で敵の吸い寄せとダメージアップ効果を狙う。戦闘開始時チャージ攻撃で生涯形態に入り通常攻撃3連撃を発動後再度チャージ攻撃を発動。通常攻撃3連撃と声援爆裂を放ち必殺技を発動する。再び通常攻撃3連撃とチャージ攻撃で一気に攻めるといい。我々の目に映る軍勢はなぜトゲのような形をしているか疑問に思う者も多いだろう。どうしても解釈を加えるなら空の果てにあるバラはまさに暗い空を突き破るための存在なのだ。